Hello，大家，100天后分手的我和他第6集，在上一集，佑马和阿树总算是把话说开，两个人决定分手，决定好好说再见，决定好好和这段恋情告别了。最后一集，就让我们继续来看看纪录片究竟该如何收尾吧。大丈夫ですか？大丈夫です。山田呢？你怎么自己在操作？新人の頃はカメラマンもやってましたから。一人の人間として一人の人間と真正面から向き合いたい。独立的人还是可以协作啦。你如果不擅长摄影，还是可以让山田来啦。心の準備はできてます。僕、春日優馬と長谷川樹はこのドキュメンタリーの撮影が始まった時、すでに交際関係にはありませんでした。僕たちの同棲は家賃が払えずアパートを追い出されそうになった樹を僕が招き入れる形で始まりました同棲をし始めた時はそれも愛嬌くらいに思えてたはずです。でも次第にどうにかならないものかと考えるようになり、パートナーシップ制度を利用しました。でも変化したのは僕の方でした。インタビューが拡散されて売れ売れとか言われて、理想のゲイカップルみたいに扱われるのが誇らしかった。なのにあいつその次の日くらいにだるくなったとか言ってコンビニのバイトを辞めてきたんですよ。そしたらまあ樹も納得してバーの仕事を始めたと思ったら、やっぱり1ヶ月で辞めてきて、今となれば辞めるのも仕方ない理由があったんですけど。そんな時にドキュメンタリーの話があった。なぜ引き受けたんですか？セクシャルマイノリティの理解を向上させたいとか、応援してくれる人の気持ちに応えたいとかっていう気持ちがなかったわけじゃないんですけど、それより一番大きかったのは本当にただ樹と別れたくなかっただけなんです。ドキュメンタリーの撮影で強引に物語を継ぎ足した、そんな感覚です。其实佑马很勇敢呢，就这么短短几天，他现在在镜头前面这么坦白的自己的脆弱，自己不够好的点。樹はもう新居に自分の荷物を移し終わってます。あとは樹がいなくなるだけ。僕みたいな人間ってどこにでもいると思うんですよ。結婚したらうまくいくかもしれない、子供が生まれたらうまくいくかもしれない。僕たちがうまくいかなかったからといって僕たちみたいな人間のための制度が必要ないっていうのは違います。是啊。特別じゃないから当たり前のことをやらせてほしい。付き合わなければよかったとは考えますか？这倒不会啦。もし今の記憶を持ったまま僕が付き合う前にタイムスリップしたとしてもやっぱ樹と付き合うと思います。猫が噛み合ってないことをまた悟って今みたいに別れる。是啊，有些事情就是要体验过嘛。不过这就是人生的经过嘛。山田君はどんなとこ住んでるの？安い狭い古いです。住んでる人のバリエーションも豊かでザ多様性って感じで、住民同士のコミュニケーションも多いし、多様性を認めるってどういうことなんですかね？哇。いろんな人間がいて話しやすいやつと話しにくいやつがいて、それってどうしようもないじゃないですか。世界が多様なのはさ、単なる事実だよ。地球が回ってんのを認めるように世界が多様なのを認める。来吃吃阿树牌可乐饼。噂？いただきます。コロッケ醤油かけるんですか？かけないんですか？かけないです。本当ですか？こいつケチャップ一択だから。接受多样普性通。ソースっしょ。結局何もかけないのが一番うまいから。终于看他们一次笑着结束工作了哈。反而是在他们真正分手之后，两个人更坦然的相处了哈。これどっか捨てといて。
这个不需要去办理什么法律程序吗？只需要把文件丢掉就好了吗？受領書はな。でもこっちは残んだよ。頼むよ。俺にはどうにも処分できそうにね。原来如此。捨てなくていい。啊，処分できないってことはまだ必要だってことだろ。もしさ、日本で同性婚ができて俺たちが出したのが婚姻届だったとして、多分結婚しようって言われた時に断ってる。最初から結婚断られる方が良かったな。いや、きちんと失敗できるのも大事な権利か。元気で。じゃあな。そんな大げさな悪意があったわけじゃない。友達の前で悪ぶってしまっただけ。でも許せないなら許さなくていい。これからも久保田さんの言葉を大切に哇，生きていこうと思います。这句话现在还给他上司了。お前なかった婚案件。春日。他上司就是那个还只是把幼马当成只是一个商业的可利用的价值的物品而已。母親が子供を産んじゃダメなタイプの人間で、ネグレクト、育児放棄ってやつで、哇，親が作ってくんないから自分で作ったのが料理を始めたきっかけで。阿树也是把自己很深的伤给挖出来。男がいけるって確信したのは中に初めて告ったのもそいつ。いやでも告った時のそいつの顔が、目の前にゾンビとか妖怪とか飛び出してきたら多分こういう顔になるんだろうなって顔。从小都是伤的孩子，学会了用戏谑的方式去包装自己生活中遇到的悲伤的事情哈。相手探してやって付き合ってるんだか付き合ってないんだか分かんない感じになって、また新しい相手探してみたいな。マッチングアプリでやたら真面目そうな男からお誘いが届いて、あ、秘蔵映像見ます？不会是幼马吧？まあ性格は合わなそうだけど顔はタイプだったからちょっと飲んでホテル行って、哎呀，俺チンコの周りに根性焼きの跡がいっぱいあるんですよ。ガキの時におふくろの男にやられたやつ。それ見てあいつ泣いたんですよ。もうそっから同棲まではこんな時間かかんなかったですね。あいつは普通なんですよ。自分ではそう思ってないけどLGBTQ とかそういう言葉で自分を定義づけてとんでもない変わり者だと思って结果阿树从来就只是把你当成一个普通人而已，但是这不就是恋人的意义吗？世間に認められて日の当たるところで生活したい、そういう人間。俺は違うんですよ。世間の認知も祝福もいらない。そんな二人はどうしたって一緒になれない。だって俺が捨てたいものをあいつは背負いたいんだから。あいつの飼ってる熱帯魚が一匹死んだんです。俺は暑がりだったんじゃないのって言ったらめちゃくちゃ怒られて。没想到那个居然是你们感情爆发的导火索啊！だっているかもしれないじゃないですか。暑がりな熱帯魚、ゲイにいろんなやつがいるみたいに、熱帯魚にもいろんなやつがいて、この先の世の中を作っていくのはどうしたって俺みたいな人間じゃない。そんなあったかい世界になったら馴染めない俺は腹を上にして死ぬしかない。できれば俺みたいなやつが
いたことも忘れないですし。この先はどうされるんですか？本当に何も考えてないんですよ。你まあでも就继续以你的节奏过你的人生吧。俺から連絡取ることはないかな。どうしようもなく会わなかっただけで嫌いになったわけじゃないんで、本当に寂しいです。哇，言ったでしょ、世界を変えるような映像を作るって。哦，他其实还是认可导演他们的理想的耶。世界は変わったのだろうか。その答えはまだわからない。だから私は撮り続ける。彼女の目はそう語ってるように見えた。何？いや別に。最后一集也看完了，所有人的关系算是尘埃落定了。纪录片拍摄之后，究竟产生了什么样的回馈？对这个世界又产生了什么样的影响？我们不得而知了。不过现在这些也没那么重要了。因为我们用更聚焦在每一个人身上的眼光来看他们的故事，重点不是那些社会的眼光，不是我们所要表现给他们看的究竟是什么模样啊，而是我们身边的这些人，我们要如何用真心去了解他们啊？说到底，我们也不过就是凡夫俗子当中的其中一员。有些人想要尽自己的一份力，看看能不能改变世界，想要让这个环境改变成是让更多人宜居的模样。也有些人呢，真的没那么在乎这些，就只在乎自己过一天算一天的小生活。但是我们也不用非要去评判其他人生活的模样、生活的样态、生活的方式。所谓包容多元，就是接受它的存在吧，就像是接受太阳东升西落，不一定非要跟它相处得来，但是你只要承认它们存在的这个事实就好了。世界会持续改变，变得更适合 LGBT 生存的模样。终有一天 ，LGBTQ 也不再会是什么特殊的标签、特殊的族群了。会有更多人更喜欢那个世界的，但是也会有一些人，好像在那个世界就不再过得这么如鱼得水了。就如同有些热带鱼，可能真的会怕热吧。但是这些就是这个世界运转的规律。我们这些平凡人，就是过好自己的生活，用真心去在乎自己身边的人，去了解自己身边的人，如此便是挺好的平凡人了吧。那这部剧就看到这边了，祝福平凡的你我过好自己挺好的平凡生活。有人再见，拜拜。